おはようございます。たかしです。本日は10月8日火曜日、ただいま9時47分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。現在ポンド円はここで小さくダブルトップみたいな形を作ってきております。直近では GMMA の青帯を上抜けてきて、そこに押しをつけての上昇なんですが、先週の金曜日の高値、ここですね、196円付近を現在はまだ上抜けられておりませんので、そう考えると、ここでの今ダブルトップでの下落という可能性があります。そうすると直近の安値、このあたりですね、ここがネックラインになってきますので、190円付近までの下落も考えられますが、インジケーターを見ているとストキャスティクスはちょっと方向感が分かりにくいんですが、現在上昇中。MACD もまだ上昇モメンタムを維持しておりますので、このネックライン付近の190円付近まで大きく下落する可能性はあるんですが、現在は日足の GMMA を上抜けているっていうところも考えておく必要があります。では4時間足です。先ほど日足のダブルトップと言っていた左側の山がここですね。ここでのこういうダブルトップが意識されてきております。直近のこの上昇の仕方ですね、ここの高値、ここの高値、ここの高値を見ていると、高値のこの更新の仕方が緩やかになってきているのがわかりますよね。こんな感じ。そうなると、ここからこんな感じで下落していくっていうことも考えられます。ただ、基本的な考え方として今 GMMA の青帯は上向きですので、上昇トレンド中なんですね。ここのところこういう上昇のトレンドを作っております。そして昨日の下落が今押しをつけてきて、ここから上昇していくのか、次の上昇がまた高値で止められると、ここでダブルトップみたいな形を作ってくる。そうすると、日足のこの大きなダブルトップで、右側でさらにダブルトップを作ってくるということになりますので、そこからは大きく下落の可能性が考えられます。なので、まずはこの上昇トレンドに乗っていくという考え方ですが、直近のこの高値を超えてこられるかどうか、ここを超えられないと、日足の大きなダブルトップの中で、さらにこういうダブルトップを作って下落していくということもありますし、その辺の動きを見ておきたいですね。では1時間足です。1時間足は水平線が比較的意識されておりますので、この赤とかオレンジとか白とか、そしてこの黄色いゾーンっていうのは過去の抵抗ゾーンですね。過去の揉み合いゾーンになってきますので、この中では分かりにくい動きをしそうなところ。逆に言うとここまで下がってくると、ここは強めの抵抗になってくるということです。1時間足は上昇トレンド。先ほどの4時間足でも見ましたが、1時間足はこういう上昇トレンドを作ってきておりますので、昨日は押しをつけて、ここから上昇できるのかどうかっていうところを見ておくといいと思います。この白い水平線付近で今下げ止まっている感も感じますので、ここから上昇していけるのか、上昇できないのであればこんな感じでもう一段の下落、191.7 付近を目指して下落してくる可能性が高くなってきますので、今ちょうど GMMA で上値を抑えられてますよね。なのでここから下落していくのか、それとも GMMA を上抜けて上昇していくのか、そして上昇した場合はここでのダブルトップも意識されますので、195.5 付近から再びダブルトップで大きく下落していくのかっていうところを見ておくといいと思います。なので、この辺ですよね。今意識されているのがこの赤い水平線195円という切り板。その上ですと196円付近。そして現在地。そしてこの下の安値ですね。192円付近。そのあたりが意識されてきますので、その辺にアラートを仕掛けておいて、その付近まで上昇、下落してくれば、そこでトレードを検討するという考え方を持っておいてください。トレーディングビューはアラート簡単に設定できますので、まだご利用でない方は概要欄に URL を貼っておきます。トレーディングビューは無料登録で使えますので、使いやすいチャートをお探しの方は、まずは無料登録で始めてみてください。ではドル円を見ていきましょう。ドル円は現在下落トレンド中で、そこをトレンド転換してくるかどうかっていうところです。ここにこういうトレンドを作っているんですね。なので、現在の戻り高値、日足の戻り高値はここになります。ちょっと到達せずに今下落してますよね。つまり、こちらもポンド円と同様、日足でのこういうダブルトップが意識されますので、その辺の動きを見ておきたい。逆にこの直近の高値、ここを明確に上抜けてくると、そこからの上昇っていうところが考えられますので、今はちょうどその高値圏にあるので、ここから下落するのか。本日も下落から始まってますので、一旦はこういうダブルトップを意識しておくといいと思います。ストキャスティクスも高値圏から今デッドクロスしてきてますよね。ただ、GMMA の青帯を上抜けておりますので、今この下落ト
トレンドを崩しにかかっているということも確かですので、そこはご注意ください。では4時間足です。4時間足は上昇トレンドなんですね。GMMA の青帯が上向きです。なので、下がったところから買っていく。ただ上がったところは日足のダブルトップが意識されますので、上がったところは売られやすい。でも下がったところは買われやすいので、まずはこのオレンジの2本の水平線の間でのレンジ、ここですね。この間でのレンジを考えておくといいかもしれませんね。まずはこの辺付近、147円ぐらいまでの下落を待って、そこからの反発上昇、そして 149.5 付近までの上昇を待って、そこからの反発下落っていう、そういうイメージを持っておく。4時間足の GMMA を下抜けてくるとこれ、明確に下落に入っていく可能性がありますので、逆に GMMA を下抜けるまでは押し目買いで考えておく方がやりやすいと思います。では1時間足です。4時間足は上昇トレンド中でしたが、1時間足も上昇トレンド中ですね。ただ本日朝方からの下落でここ下抜けそうになっておりますので、下抜けてくると GMMA 下抜けからの下落っていうのが考えられます。その場合は GMMA の青帯がこんな感じで動いてくるので、そこにタッチしての下落ですね。下抜けてきたと仮定すると、下抜け後 GMMA の青帯で上値を抑えられて、そこから再下落するみたいなイメージを持っておいてください。ただ基本的には1時間足の目線切り替えポイントはこの赤い水平線ですね。146円付近になりますので、146円を明確に下抜けるまでは1時間足は上昇トレンド中です。なので GMMA を下抜けたからといって安易に売っていくと、この下がると見せかけて上昇していくっていうこともあるので、そこはご注意ください。まずはこの現在地付近、ここ GMMA に接触してますし、このオレンジの水平線も近いので、このあたり147円より上で下げ止まるかどうかっていうところに注目。そして赤い水平線を下抜けてくると、そこからは下落しやすくなりますので、その辺を見ておくとトレードの方向がわかりやすいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。もし限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。